父親の職業が絵描き？低学歴の社会不適合者の父親に育てられた娘なんてろくなしつけもされていないだろう。結婚を前提とした娘の彼の両親と初めて会った先で、俺はその両親に見下され罵倒された。娘の彼は必死な思いで娘を守るが、父親の心ない言葉は続く。絵描きが描く絵などガラクタのようなものだろう。俺は大手薬品会社の役員だ。どう考えてもうちとオタクとは釣り合わんな。笑い飛ばす父親を横目に、俺はあるところに電話を入れた。そしてその直後、彼の父親は俺に土下座をして謝罪することになり、俺の名前は伊藤康明。俺は30代前半まで大学病院で医師として働いていたが、そこで知り合った妻と結婚し、娘の雪見を授かった。仕事は忙しいながらも家族3人、絵に描いたような幸せな日々を過ごしていた。妻は専業主婦で、娘の育児や家庭、そして俺のことも献身的に支えてくれて、俺はそんな妻を愛していた。我が家の太陽の光のように、妻を中心に笑いの絶えない毎日だった。ところが、俺が30代後半に差し掛かったところ、妻が体調の不良を訴えてきた。すぐに大学病院で診察をし、大病が発覚した。俺は医師だ。その病気が意味することは、俺が一番に知り、妻本人よりも理解していた。妻の命がもう長くないという現実を突きつけられたのだ。俺は医師として、そして何よりも夫として妻に付き添い、日に日に細くなっていく妻の手を毎日握りしめ励まし続けたが、妻は最後に、安明さん、今まで本当にありがとう。雪見をお願いね。一筋の涙を流し、そして二度とあの優しい笑顔を見せてくれることはなくなった。俺は途方に暮れた。妻の闘病生活からこの日が来ることは覚悟していたが、心の中にぽっかりと穴が開いたような虚無感があった。その穴を何とか埋めようと、雪見を両親に預け仕事に打ち込んだ。だが俺の心の穴は埋まらなかった。それどころか、高齢の両親に大切な雪見を預けているという今の現状に悩んだ。毎日の激務に俺が帰る頃には雪見は寝ており、会話を交わすこともなくなっていた。寝ている娘に頭を撫でながら声をかける。パパだよ。ただいま。可愛くて愛おしい寝顔に癒される。ママ。だが、雪見の寝言に胸を締め付けられた。心の穴を埋めようと必死に仕事に打ち込んだ毎日だった。我慢して妻を思い出したら泣いてしまう。心がダメになってしまう。だが、雪見の寝言に辛い思いをしているのは俺だけではないと気づかされた。雪見に寂しい思いをさせてしまった。雪見をお願いね。最後の最後に力を振り絞って俺に言ってきた約束。俺は泣き声を上げないよう声を殺して泣いた。妻が亡くなってからこんなに泣いたことはなかっただろうというくらいとめどなく涙が溢れてきた。それから俺は妻との最後の約束を守りたい思いと、雪見に寂しい思いをさせまいと、忙しすぎる大学病院を辞めた。退職後は実家近くの小さな病院で週2日の非常勤で働いた。さらに俺は空いた時間に絵を描くことを再開させた。実は俺には若い頃、医師になりたいという夢ともう一つ、画家になりたいという夢があったのだ。収入的にはかなり厳しくなったが、両親の支えもあり、そして大切な雪見との幸せな時間を過ごすことができるようになり、雪見も素直で優しい子に育ってくれた。月日が流れ、非常勤として働きながら描き続けた俺の絵は、たくさんの賞をもらえるほどの実力をつけ、画家としての収入を得られるようになっていた。収入が安定したことで、勉強ができた雪見を自由に大学進学させることができた。そして娘が社会に出てから数年が過ぎた頃、年頃になった娘を見てふと気になることができる。雪見もいい年になってきたけど、結婚とかまだ考えていないんだろうな。娘がいない両親との食卓でふと漏らした俺の不安に両親が目を丸くした。なんだよ、まさか。あら、雪見ったらパパには内緒だったのかしらね。俺の慌てようにクスクス笑いながら冗談気味に言ってきた。安明は高校の時の同級生の村井圭人君って覚えてない？村井圭人？雪見は両親には彼氏がいることを話していたらしい。俺は知らないぞ。なんだよ、知らなかったのは俺だけか？
父さんも知ってたのか？ああ、俺も知ってたぞ。自慢げに言う。そうか。俺だけが知らなかったということより、娘に彼氏がいるという現実を知ったことにより、しょんぼりとなった。どこのお嬢さんも、彼氏ができた報告はパパが最後よ。母が慰めてくれる。村井くんも結婚を意識しているみたいなんだけど、なんでも村井くんとこのご両親は偏見が強い人らしくてね。雪見のこと心配して結婚に踏み切れないみたいよ。結婚のことまで母から聞かされると、もう驚きと動揺を隠せなくなった。だが、雪見も結婚する相手がいてもいい年になっている。俺たちが大事に育てた娘だから、選ぶ相手も間違いないと両親には言われた。わかった。俺も雪見と話してみる。その夜はなかなか寝つけなかった。あんなに小さかった雪見が結婚を考える年となったのだ。複雑な心境だった。それから俺は早速行動に出た。気が気ではなかったのだ。雪見と食事に行く約束をして二人で話す時間を設けた。雪見、おじいちゃんとおばあちゃんから聞いたぞ。いい人がいるってな。俺は恐る恐る話を切り出す。やだ、おじいちゃんたちったら、私が言う前に言っちゃったのね。おどけたように笑う。いや、俺が雪見は結婚とか考えていないのかって話を始めたのをきっかけに彼氏のこと聞いたんだ。知らないのは俺だけだったけどな。わざといじけた素振りを見せると、雪見は慌てて、パパ、そんなんじゃないの。パパにも話そうって思っていたのよ。本当よ。雪見が慌てて場を取り繕う。冗談だよ。おばあちゃんも言ってたよ。この手の報告は父親が最後ってな。それより心配事があるんじゃないか。話を聞くと、みゆきは眉根を寄せて苦笑いを浮かべた。彼のお父さん、昔から言葉がきついのと、片親への偏見が強いらしくて、彼が私やパパを傷つけてしまうんじゃないかと心配してて。雪見の心配そうな表情に、俺は彼氏に取られる寂しさより父親としての使命感が強くなる。雪見は俺とおじいちゃんたちが愛情たっぷりかけて育てたいい子だよ。勉強も頑張って成績も良くて大学まで進学していい仕事に就いた自慢の娘だよ。雪見は涙ぐんだ。俺は自信があるぞ。だから心配いらないよ。彼にもご両親にも会わせてくれないか。パパ、ありがとう。心配かけてごめんね。それから俺はまずケイト君に会った。人当たりがよく優しい青年だ。ケイト君にもご両親に会いたいことを伝え、そして俺たちは彼のご両親と挨拶を交わすことになった。雪見たち二人が予約したホテルに雪見と向かう。どうやら先に着いたのは俺たちのようだ。個室に通され、そわそわしてネクタイを直したり、窓から外を見たり、立っては座りしている俺の様子を見て、雪見が無邪気に笑う。パパ、落ち着いて。ああ、そうだな。苦笑しながら椅子にかけたとき、扉が開き、ケイト君とご両親が部屋に入ってきた。遅くなって申し訳ありません。ケイト君は詫びるも、後ろから入ってきたご両親は不機嫌な様子だ。俺はすぐに立ち上がり、挨拶をした。どうも、はじめまして。娘がケイト君にお世話になっております。父の伊藤康明です。娘に恥をかかせてはいけないと、深々と挨拶をする。村井だ。息子に言われてきたが、俺も忙しいんだ。早く話を済まそう。なんと失礼な人なんだと思っていたが、そこはケイト君に親の人柄を聞いていて想定内だった。だが、そこからは俺が思う以上に斜め上を行く人格の両親だった。私は大手薬品会社の役員として勤めている。雪見さんの話は息子から聞いている。結婚となると少し考えたい。そのことを承知の上で今日は話をしたい。席に着くなり最初の挨拶で俺は言葉と作り笑いを失った。父さん、なんだよ。まだ来たばかりだろ。やめてくれよ。父親とすでに険悪なムードになっていたのだろう。こんなことを言うことは先に想像していたであろうケイト君が慌てて止める。ケイト、本当のことだ。何が悪い？伊藤さん、息子の話によると何でも絵描きの仕事をしているそうじゃないですか。はい、画家として仕事をしています。画家？そう言うと聞こえがいいな。ぼそりと言う。父さん、
雪見は何も言えず唖然とし、不安な様子だ。絵描きが職業なんて、どうせ学校もろくに出ていない低学歴な父親なんだろう。うちの家と釣り合いますかね。予想していたとはいえ、俺は怒りがこみ上げてきたが、雪見も同じ気持ちだろう。顔色が変わってきた。まともに会社勤めができない。まさか社会不適合者とかじゃないよな。言った本人は冗談のつもりだろう。自分で言った言葉に薄笑いをしている。シャレにならない。全く面白くもない言葉だ。そんなことありません。父は。そう言いかけたところで、俺は雪見の手を押さえ、話を止めた。パパ。雪見さんでしたっけ。片親ではなかなかいい教育も受けられなかったのでは。辛い境遇で育ったんだろう。うちの息子と結婚できるようなしつけができているんですかね。ケイト君の母親がくすりと笑った。絵描きの娘ではかわいそうに。いい職業にもつけていないんだろうな。俺は怒りを抑えることができない。俺のことならともかく、雪見のことを言われると、もう黙って我慢などできない。お言葉ですが、ケイト君からは何も聞いてなかったですか。雪見は名門医大を首席で卒業して、今は医師として働いていますが。ああ、ケイトがなんかそんな話してたな。なんとか俺に取り入ってもらおうと、嘘の話をでっち上げたんだろう。お前たちと結託して。父親は嘲笑しながら俺たちを見た。ケイト君が思わず立ち上がる。父さん、なんで嘘をつかないといけないんだ。本当だよ。彼女は医者だよ。言っとくけどな、会社員の俺よりも彼女の方が収入が多いし、雪見のお父さんも元医者だよ。ケイト君が父親相手に必死に訴える。ケイト、お前騙されているんだよ。医者を辞めて絵描きだ？そんなことする人間がどこにいるんだ。父親がケイト君を怒鳴った。父さん、雪見のお母さんが病気で亡くなって、それから雪見を育てるために大学病院を辞めないといけなかったんだよ。俺、言ったよね。なんでわからないんだよ。だから父さんには会わせたくなかったんだ。ケイト君は涙ぐみながら俺たちに申し訳ない様子だった。それでも父親と母親は信じようともせず、絵描きの絵なんかどうせガラクタのような絵に決まってるよ。ケイト、帰るぞ。親の言うことをちゃんと聞け。結婚はなしだ。ケイト君に一括したのを見て、俺ももう我慢の限界だった。俺は携帯電話を取り出し、あるところに電話をした。大事な席で突然電話ですか。やはりまともな教育を受けていない証拠ですな。けなされたが、構わず電話先に伝える。社長、お忙しいところ申し訳ありません。本社のフロアに飾る予定でした絵画ですが、ガラクタのような絵を飾ってはそちらにご迷惑をおかけしますので、今回の絵の依頼はなかったことにしてください。電話先では突然のことに慌てふためき、何があったのかを問われる。御社の村井さんに私の絵はガラクタだと言われました。一生懸命に描く絵をガラクタ呼ばわりされる社員、いや役員さんがいらっしゃる会社にはね。では失礼。俺が電話を切ると、ケイト君の父親は機嫌そうな顔をして俺を見ていた。村井さんがお勤めになられている製薬会社の社長から本社フロアに飾る絵を依頼されていたのですが、お断りさせていただきました。はあ？うちの社長から？そんなバカな。その直後、父親の携帯電話が鳴った。そして携帯画面を見て父親が青ざめる。はい、村井でございます。電話に出た父親はひどく叱責を受けているのか、さっきの態度の人物とは別人だ。電話に向かって何度も、申し訳ありません。はい、申し訳ありません。そう謝っていた。それから元医師で現在は有名画家として仕事をしている俺のことを社長に聞いたようで、その場にひれ伏し土下座をしてきた。本当に申し訳ありませんでした。だがその謝罪は全く心に響かない。雪見、帰ろう。こんな両親のもとにお前を嫁に出してお前が幸せになるとは思えない。そう言って帰り支度を始める。本当に申し訳ありません。伊藤先生、どうかお許しを。ぜひうちの息子との縁談をお勧めください。足にすがりつく父親の手を振りほどく。俺が有名画家、元医者だと分かったからですか？手のひら返したように。そんな人を見下すような人たちに俺の大事な娘は渡せません。雪見、行くぞ。そう言い放ち、俺たちはホテルを出た。
雪美はさっきの歯を食いしばり、ぎゅっと手を握りしめうつむいていた様子から一変してすがすがしい様子だ。本当ならば両家の親の承諾を得て結婚に向けての話をすることを願っていただろう。ただ残念な思いより俺のことを見下し罵倒した先方のご両親の態度に雪美本人が嫌気がさしたのだろう。パパ、結婚先延ばしだね。花嫁姿見て泣くパパを楽しみにしてたけど。俺を気遣ってか平静を装う姿を不憫に思うが、あんな家に嫁いでは娘の苦労は目に見えている。間違っていない選択だったと俺は思うが、そう、すぐにケイト君を忘れることなどできないことは分かっている。雪美が好きだったのはケイト君本人で、結婚まで決意したわけだから。帰り道、雪美はそれ以上何も言わなかったが、俺からかけられる言葉はないものかいろいろ考えたが、父親とは情けないものだ。励ます言葉が出てこないのだ。その後、製薬会社の社長から連絡があり、父親は役員から降格されたことを聞いた。そして謝罪に伺いたいと言われ断ったが、どうしてもと言われ承諾すると、社長と共にケイト君の父親も来た。謝罪され、父親は憔悴し深く反省している様子だった。その夜はケイト君も我が家を訪ねた。ケイト君はあの両親と絶縁してきたという。今回の件は申し訳ありませんでした。僕自身に自信が持てなかったんだと思います。ケイト君は頭を深く下げたまま話す。頭を上げなさい。背中をトントンと軽く叩いた。ケイト君は涙ぐんでいる。僕は画家であるお父さんも医者である雪美のことも尊敬しています。僕は会社員で、しかも親はあんな親で、なかなか結婚に踏み出せなくて。涙が溢れ出た。でも僕は雪美のこと大事に思っています。だから親と縁を切り、こうして改めて結婚の申し込みに来ました。何事かと玄関先まで駆け寄った俺の両親もびっくりした様子だった。お父さん、僕に雪美さんをください。絶対に幸せにします。本当です。お願いします。必死な思いに先に両親が心を打たれたか、母に背中を押された。うつつかな娘ですが、よろしくお願いします。ぜひ雪美と結婚して二人で幸せになってほしい。そう心から思う返事をしていた。ケイト君は会った時から印象が良かったし、あの日も雪美を必死で守ってきてくれた。親との絶縁を心に決めるほど彼は雪美を思っているのだろう。俺はこいつなら雪美を任せられると思ったのだ。パパが結婚式で泣く姿、もうすぐ見れるね。祖父母と幸せそうに笑う雪美の姿が印象的だった。ケイト君の両親についてはまだ心に引っかかるものがあるが、自分の過ちを認め、人を見下したり罵倒したりする態度を改めた時、将来の2人の孫を抱いてもらおうと思う。そして俺もこんな経験をして、いくら画家として有名になろうがおごらず、ひたむきに努力を続けていこう。ケイト君や雪美、そして天国で見守ってくれている妻に誓った。